言葉も通じない異国で劣悪な労働環境にさらされる日々にあなたは耐えられますか。2015年9月16日、埼玉県熊谷市、夕方5時14分、警察が一軒の民家へ聞き込みに訪れました。それはつい数十分前、この家から80メートルの位置にある別の民家で独り身の高齢女性の刺殺体が見つかったため、犯人は逃走しており、まだ近隣に潜んでいる可能性があったんです。誰もいないみたいだな。民家からは応答がなく、警察はそうつぶやきましたが、玄関ドアに手をかけたところ鍵はかけられていませんでした。そのため警察は裏手へ回って家の中の様子を伺おうとしたんです。すると、おい、そこで何してる！民家の2階の窓から身を乗り出していたのは、短髪に浅黒い肌をした外国人の男。その男の手には1本の包丁が。そして警察の存在に気づいた彼は、自身の両腕をその包丁で切りつけ、窓から身を投げたんです。民家への不法侵入を繰り返し、住民を殺害していく男を精神崩壊させた異国での苦悩とは。決して許されぬ罪に問われたその男は、自身の凶行に対する実感がなかったんです。おそすけんちゃんです。やみやみかんね。最近僕悩みがあってね、椅子すげえ疲れんの、これ。まあ実はね、みんな見えないでしょうけど、椅子があるのよね、ここにね。そう座ってるんですけどスツールみたいな。じゃあもう立ってば。そうする。立ってるともう違和感ないんじゃん、これ。健康だし、これでいいんじゃねえかな。私は座りますけど、なんで寄ってくるのよ。というわけで今回ご紹介するのは、埼玉県熊谷市で起こった連続殺人事件について。犯人は外国人の出稼ぎ労働者だったんですが、最終的に6人もの人を無差別に殺害したんです。勝手に家に入ってきて、しかも殺害までするってさ、この犯人は快楽殺人鬼とかそういう人だったの？それがですね、事件当時犯人は精神的に追い詰められていて、それが引き金になったというんです。日本には同じような葛藤を抱えている外国人もかなり多く、僕ら日本人もこのことについて真剣に向き合わねばならないと思います。事件の日、現場を訪れた警察はその部屋に残された奇妙な痕跡を目撃するんです。そして警察はその犯人に心当たりがあったんです。俺は殺される。2015年9月14日、埼玉県熊谷市、夕方6時を回った頃、警察はある殺人事件の現場を訪れました。自宅の中でめった刺しにされ、血まみれの状態で倒れていたのは、その家に住む50代の夫婦。夫婦は友人と散歩に出かける約束をしており、その友人が自宅へ訪ねてきたタイミングで事件が発覚したんです。そして、これ、なんて書いてあるんだ。現場の壁には夫婦の血で書かれた奇妙な文字が。その文字が日本語ではなかったことから、警察は犯人として一人の男を思い浮かべました。実はこの前日、その男は熊谷警察署を訪れていたんです。時は遡り、9月13日の午後1時45分頃、警察はとある民家へ駆けつけました。警察が呼ばれたのは、その家の庭に不審な外国人が入ってきたため、その男は警察、金などと片言の日本語を繰り返していたため、住民は警察を呼ぶことにしたんです。警察です。どうされましたか？短髪に浅黒い肌をしたその外国人に対し、警察は聞き取りやすいようゆっくりと問いかけますが、彼はやはり日本語がそれほど話せない様子。ペルーに帰りたい、神奈川県にお姉さんがいるなどと話していることはかろうじてわかるものの、それ以上のコミュニケーションは取れませんでした。通訳が必要と判断した警察は、ひとまず男を署へ案内することに。すると警察署へ到着した男は、そこからまた様子を一変させるんです。神奈川に男の姉がいるという話を聞いた警察は連絡を取るように進めたのですが、電話がつながるや否や男は大声で泣き始めてしまいました。そして男は電話越しに確かにこう言っていたんです。姉さん、助けてくれ。俺は殺されるんだ。殺されるって何よ？誰かと揉めてるわけ？いや、何かトラブルがあったわけではないんですが、精神状態が限界だったみたいなんです。そして男はこの後、予想外の奇行に走るんです。警察署へ連れてこられたその男は、ペルーからやってきた外国人労働者、中田ルデナ・バイロン・ジョナタン。彼は姉との電話が終わった後も様子がおかしく、トイレの中で号泣。それでいて警察が事情を聞こうとしても何も答えようとしません。拉致が開かないと考えた警察は、一度気分転換をすることに。タバコでも吸いに行くか。実はそう言ってバイロンを外へ連れ出したのが良くなかったんです。警察署の玄関を出たところで、警察官と並んでタバコを吸っていたバイロン。そしてそれはそろそろ警察署の中へ戻るよう警察官が彼に促した時のこと。おい、待て！
れ。なんとバイロンは警察官が自分から目をそらした一瞬の隙をついて逃走。警察官は必死で後を追いましたが、バイロンは赤信号を無視して道路の向こう側へ渡ってしまい、すぐに見失ってしまったんです。バイロンは所持金の3400円とパスポート、携帯電話を警察署の中に置いたまま、まさかそれらの私物を残して逃走するとは思いもせず、警察は完全に油断していたんです。ここから警察は20人を動員し、バイロンの行方を追いますが、結局その日のうちは見つかりませんでした。そして翌日の夕方、近隣の民家で発見された夫婦の遺体と血を使って壁に書かれた外国語の文字。9月15日、逃走中のバイロンが犯人の可能性が高いと考えた警察は彼を全国手配するんです。ちょっとこれは大変なことになっちゃったじゃないの。警察が逃がしちゃったばっかりに、この後殺人事件になんて発展しちゃったら目も当てられないじゃない。世間からの非難は避けられないですよね。気になるのは、警察署にいる間もバイロンの様子がずっとおかしかったことなんです。彼はなぜ精神に不調をきたしてしまったのでしょうか。言語の壁。夫婦の遺体が発見される2日前の2015年9月12日、バイロンは自身が勤める群馬県伊勢崎市のサラダ製造工場で上司に何か話をしていました。もう工場には戻れない。やめるってことか。いきなりどうしたんだ。唐突に切り出したバイロンに上司は機嫌な表情で聞き返します。するとバイロンはひどく怯えた様子でこう答えたんです。スーツを着た男に追われてるんだ。至って真剣にそう訴えるバイロンに上司はあっけに取られますが、彼は引き止める間もなくその場を去っていきました。しかしバイロンが何者かに追われているなどという事実はありません。彼は異国の工場で働く日々で完全に精神を病んでしまっていたんです。バイロンが日本へ来たのはこの時から10年前の2005年のこと。ペルーで10人兄弟の末っ子として育った彼は、父親がアルコール依存症で母親にたびたび暴力を振るっているような貧困家庭の出身。苦しい生活を抜け出すため、ペルーよりも給料のいい日本へ出稼ぎに来たんです。ちなみにバイロンの中田という名字はこの時に改名したもの。彼にはメアシスという本名がありましたが、日系人を偽装するために名前を変えたんです。バイロンは日本国籍を持つ人物にお金を払い、養子縁組をする形で不法な改名を行っていました。日本へ来るためにさ、日本人の名字が欲しかったって、そんなもの必要なの？日系人には特別に在留資格が与えられる法律があるんです。本日のメトラーキーワード、出入国管理及び難民認定法について。2020年時点で日本に定住している外国人の数は約293万人。2000年初頭には約160万人だったのに対し、その数は驚異的な勢いで増えています。日本に定住する外国人が増えたのは1990年に制定された出入国管理及び難民認定法の影響。バブル期の労働力不足を補うために施行されたこの法律は、日系外国人やその配偶者、子供に対して定住資格を認めるもの。バイロンはこの法律があることを知り、日系人を装って日本へやってきました。外国人労働者の受け入れによって確かに日本の労働力不足は補われました。一方で課題となっているのは、彼らの職業が工場での低スキル労働に限定されてしまうこと。言語の問題からその他の職業での求人はほぼなく、工場内での昇進も期待できない現状に意欲を失ってしまう人が多数いるといいます。ひどい場合は単に賃金が安く済むという理由で雇用されたために、賃金不払いや人権侵害の問題に発展するケースも。こうしてストレスフルな環境から心を病んでしまう外国人労働者は決して少なくないんです。不法な改名によって在留資格を取得し、10年間日本で生活していたバイロン。警察の事情聴取のやり取りからも分かるように、彼はほとんど日本語が話せません。そのため日本へ来たはいいものの、うまく職場に馴染めず、職を転々とする日々を送っていました。最後に勤めていた群馬県の工場にしても、同僚曰くほぼ会話を交わさず、食事もいつも一人で食べていたとのこと。そうやって孤独を極める中で、バイロンは徐々に病んでいったんです。俺を殺そうとしてる奴がいる。職場の人間がみんな自分を敵視しているという妄想を抱くようになったバイロンは、常に何かに怯えていました。そして事件の2日前、もう工場には戻れないと退職の意思を示し、姿を消したんです。このようにバイロンが精神に不調をきたしたのは、日本でうまく人間関係を築けなかったため。言葉の通じない環境で10年間友人もできず、ただ労働を強いられていたことを思えば、精神を病んでしまうのも無理はありません。ただ同じ状況に置かれる外国人労働者が多数い
いる中でバイロンほどの奇行に走ってしまう人物はそうそういません。そう、バイロンには日本での人間関係以外にも彼特有の精神的に不安定な要因がありました。実はバイロンは故郷のペルーで一度殺人事件を目撃したトラウマを負っているんです。というのも彼の兄がペルー史上最悪のシリアルキラーと呼ばれる男だったから。バイロンの兄は合計17人を殺害し、2007年に懲役35年の刑を下されたペドロ・パブロ・ナカダ・ルデナ。兄の犯行を一部目撃してしまったバイロンはそもそも心に深いトラウマを負っていたんです。お兄さんが17人も殺してシリアルキラーなんてめちゃくちゃびっくりするわね。究極本人とは関係ないんだけど、バイロンの実家もそうやって恵まれた環境じゃなかったって言ってたし、生育環境も何か要因があるんじゃないかしらね。それはあるかもしれないです。出稼ぎ先の職場で精神的に参ってしまうっていうのがあったとしても、それで人を殺すっていうのはやっぱ異常なんだよね。こうして姿をくらましたバイロンはこの後さらなる凶行に手を染めてしまうんです。恐怖の侵入者。夫婦の遺体と壁に残された血の文字が発見された2日後の2015年9月16日、警察へ1本の通報が入りました。母の様子を見に来たら家の中に血が飛び散っていて、それでどこを探しても本人が見当たらないんです。通報があったその家は最初の現場から北西に1キロの場所にあり、84歳の女性が一人暮らしをしていました。警察が現場へ向かい、女性の義理の娘に事情を尋ねると、本人がいないにもかかわらず部屋の電気や冷房はつけっぱなしの状態だったといいます。そして警察が家の中をくまなく捜索すると、蓋をされた浴槽の中から女性の遺体が見つかったんです。包丁でめった刺しにされていたその遺体、家の中の状況から犯人は女性を殺害した後、その家で一晩寝泊まりし飲食までしていたと推測されました。バイロンは所持品とか全部警察署に残したまま逃走したって言ってたじゃない、家に不法侵入したっていうのはそういう寝床とかご飯とかを確保するためってこと？どの現場でも勝手に食事をしていたみたいなんで、その可能性は高いんです。この後バイロンは警察に発見されるんですが、彼はその場で衝撃的な行動に出るんです。2015年9月16日午後5時14分、一人暮らしの高齢女性が刺殺された件で警察が聞き込みを行っていた時のこと。警察は現場から80メートルの場所にある民家を訪ねたが、中から応答はない。留守か。警察はそう考えたが、一つ不可解なことが。その家のドアに手を触れたところ、玄関には鍵がかけられていなかったのだ。さらにしばらくすると、そのドアには内側から鍵がかけられた。誰か中にいるな。警察は家の中の気配を探るべく裏手に回ることに。すると、おい、何をしてる！2階の窓から身を乗り出していたのは包丁を手にした外国人の男。そう、バイロンだった。彼は警察が見ている目の前で自身の両腕を切りつける。そして指で十字を切って神に祈るような素振りを見せた後、その窓から身を投げた。バイロンが窓から飛び降りる直前に見せた神に祈るような動きはペルーの犯罪者によく見られるもの。その動きには俺はまだまだやれるという警察への挑発の意味が込められているといいます。転落したバイロンは意識不明の重体となり、その後病院へ搬送。そして彼が侵入していた民家の中では案の定殺人が起こっていました。1階のクローゼットの中にはその家の母親の遺体が、包丁で刺殺されていた彼女には毛布がかぶせられていました。さらに2階のウォークインクローゼットでは10歳と7歳の娘の遺体が発見されます。そのうち10歳の娘は両腕を紐で縛られ、口に粘着テープを貼られていました。彼女の下着にはバイロンの体液が付着しており、拘束された上で性的暴行が加えられたものと推測されたんです。娘2人の遺体にも布団がかぶせられ、母親と同じく覆い隠されている状態。このようにバイロンは行く先々で遺体を隠蔽する行動が見られ、事件の発覚を少しでも遅らせようとしていることが見て取れたんです。最悪すぎるわよ。いくら言葉の通じない日本で精神を病んだとか言われても、これはもう全く同情できないし理解もできない。娘2人に関しては学校から帰ってきたら知らない男が包丁を持って待っていたわけなんで、想像するだけでもゾッとしますよね。そしてバイロンは警察への取り調べや裁判での言動についてもかなり物議を醸したんです。事件後、重傷を負って入院していたバイロンは翌月の10月8日に退院。そして取り調べを受けた彼はその席で次のような発言をするんです。事件のことは何も知らない。工場で仕事をしてたんだが気づいたら病院にいたんだ。
バイロンは何度聞いてもそう言い張り、一貫して容疑を否認。精神鑑定の結果、彼は統合失調症と診断されました。そのため裁判においてはバイロンの責任能力の有無が争点に。彼は現場で遺体を隠したり血痕を拭き取ったり明らかな隠蔽工作をしていたため、検察は冷静な状態で犯行に及んでいると主張。一方で被告人席に立ったバイロンは相変わらず覚えてませんと繰り返すばかり。他にも私が6人を殺したと発言したかと思えば、直後に私がいつそんなことを言ったと言い出すなど、終始支離滅裂な言動を見せていました。2018年3月9日、埼玉地裁がバイロンに下した判決は死刑。この判決はバイロンがいずれの家からも金品を盗み出しているほか、遺体の隠蔽を図っていることなどから完全な責任能力が認められるとされた結果、しかしこの判決もバイロンには一切響いておらず、彼は遺族への謝罪を求められた時でさえ次のような発言をしたといいます。なぜ謝らなければならないんだ。日本が私に謝るべきだ。そして一度は極刑が下されたものの、裁判はその後控訴審まで持ち込まれ、最終的な判決は無期懲役に。裁判員裁判で一度下された死刑判決が覆されるのは日本史上6件目。減刑理由は一審では認められなかった心神耗弱が認められると改められたためでした。法的に死刑を科すっていうのは難しい部分もあるのかもしれないけど、6人も殺してんのよ。しかも本当に目も当てられない殺し方で、それなのに減刑っておかしいんじゃない？遺族は納得しないわよ。訳も分からぬまま突然命を奪われた被害者たちにとっては、犯人が精神的に追い詰められていたとかも関係ないですからね。遺族がバイロンの判決に納得していないのは当然のこと。この事件では警察の対応にも問題があったと指摘されています。県警は最初に夫婦が殺害された事件の発生時、重要参考人のバイロンが逃走中であることを知りながら近隣住民への事件の周知を行いませんでした。県警の言い分は、最初の夫婦殺害事件発生時はバイロンと事件の結びつきが定かではなかった。犯人か否かが不確定な状況で情報の周知を行えば住民に必要以上の不安を与えることになるなど、事態は賠償金をめぐる裁判に発展しましたが、結局県警に情報提供の義務はなく、対応は不合理とは言えないとされ、訴えは棄却。県警はその後、住民との間に犯罪情報の周知に関する協定を結ぶなど、事件を教訓にした動きも見せていますが、遺族のわだかまりは拭いきれないんです。バイロンほどの異常行動に走る人はごく稀ですが、日本の職場環境に馴染めずに精神を病んでしまう外国人は決して珍しくありません。2025年現在、各国で移民問題が取り沙汰される時世において、あなたは日本で働く外国人の方々とどのように向き合っていくべきだと考えますか？